漆黒のメタンよ。済んだもんなのだ。スペースエイジの続き。デモリッシャーを封じて帰りの準備をしているところね。ロケットを作るのだ。ロケットサイロとロケット部品のために青基板、軽量化素材とかの最上位素材が必要ね。技術は持ち越しで鋳造炉もあるからナウビスよりは楽なのだ。使い道の少ないエンジンを作るのはちょっと面倒なのだ。作りすぎじゃないのだ。実は諸事情により青パックの分を作ってるのよ。宇宙船がダメージを受けてるのだ。これは地表からの要求に鉄板を吸い尽くされて弾が作れなくなってるわね。弾を作る分だけ残して投下してほしいのだ。残念ながらそんな器用なことをする機能はないのよ。いろいろやりたくなる割にそれを実現する手段がないのだ。とまあ宇宙船に問題がありすぎてしばらく輸送の自動化が怪しいのよ。でも崖爆弾とか石炭液化とかブルカヌスでやりたい研究はあるのだ。だから二度手間だけど青パックまではブルカヌスでも作ってちょっとだけ研究しちゃいましょう。重油用の石炭赤ベルトでも足りてないのだ。石炭は100時間は持ちそうだけど。次の交渉はデモリッシャーに大分奥になるわ。平均100時間でクリアできるらしいけど心臓には悪いのだ。というわけで最初の研究は石炭の液化よ。まずはタングステン材を作って、最初に作った炭化タングステンとタングステン材でチキンパックを作るのだ。タングステンから鶏肉を作るのだ。そしたら青パックまでの簡易ラインを作って石炭の液化研究完了なのだ。石炭の液化はいつもの感じね。左に隙間を空けてなければ大変なことになってたのだ。こういう改築はロボ任せだと時間がかかったりコンタミで事故るから現地にいるうちに済ませたかったのよね。この工事が済んだら帰りたいのだ。さてナウビスの様子は？割とまずいのだ。ここはまだいい方で地雷ラインを突破されてる場所もあるわ。急いで帰るのだ。途中で弾が足りなくなるから一時停止しながら急ぐのだ。見覚えのある場所、見覚えのある仲間たち。だけどなぜ？ナウビスに到着。大気圏突入中は視界が真っ赤だったわね。気がつくと僕はあんこになっていた。なんてこともなく無事帰還なのだ。まずはパーツだけ作ってた原発を仕上げちゃいましょう。 2.0 で温度と燃料の読み取りがついて、さらに必要な水も10分の1になって扱いやすくなったのだ。やりたいことがシンプルなら解決法も直接的。そういうのがいいのよ。こういうのでいいのだ。さて、ではレーザータレットも使い放題になったし次のお出かけに備えて防衛を強化しましょうか。実は使ったことのないロケランをお試ししつつとりあえずレザタレを配備するわ。あとは惑星ごとに違うタレットが解禁されるようだから防衛戦ごとに違うタレットを組み込んでみるのだ。ちなみにブルカヌスのタレットは長距離砲ね。作業しながら研究するのだ。ではなくて夜勤パックをブルカヌスから輸送しないといけないのよ。そうだったのだ。というわけで改めて宇宙船設計ね。変な組み立て機があるのだ。出先でロングアームインサータがない。あんな悲劇を繰り返してはいけない。ということでプラットフォームでいろいろ作れるようにするわ。これ仕組みはどうなってるのだ？ここの定数回路の数に対して不足数が一番多いものを作るわ。弾は最優先、他はバランスよくいろいろ作るってことなのだ。材料ほど多く設定すれば加工順の問題もクリアね。歯車がない時はベルトやインサータより歯車の不足数が多くなるのだ。中間素材のバッファは多くなるけど未定義動作を避けて選別回路のテストがてらお手軽に組んでこんな感じね。バッファは初期費用だから一度貯まれば問題ないのだ。まあ最終的な理想は弾薬以外消費しないことだから何でも作りたいっていうのはいずれ消えそうな要件なんだけどね。
要件が消えないうちに使い倒すのだ。あ、そうだ。プラットフォームはナウビスと1惑星を往復するものを星ごとに用意するわ。少なくともブルカヌス、フルゴラ、グレバはその方針なのだ。あとは工場長が好きに動かせる船を1つ、ナウビス軌道に常に置くものが1つね。悪色から先はよくわかんにゃいから後で考えるのだ。で、サイエンスパックはロケットに満載すると1000個で、目安を 60SPM にしてるから15分で1往復すればいいわね。スラスター1機でも往復に400両、水見におろしに500両くらいの計算なのだ。そんなわけでスペックはそこそこにお手軽に作りましょう。なんでこんなに肥大化したのだ。足し算ばかりして引き算を怠った結果ね。さて次に行く予定はフルゴラ。フルーツゴラノーラの略なのだ。違います。フルゴラでは雷が落ちてくるらしいのだ。今度こそ一旦対策すれば手のかからない脅威でしょう。逆に発電に利用してやるのだ。その後はレザタレの配備に追われてあまり進まず、結局長距離砲は完成しなかったわね。先にフルゴラに行っちゃうのだ。ということでフルゴラ技術の調査をしながらコメント返信よ。うとつ。いつもありがとう。人間は愚か。つまり全ての自動化の場合ってことね。魔法の掘削機。生産性や枯渇スピードは破棄率を下げるイメージでいたわね。もともと材料の4分の3は不良品や端材として捨てていて、そこを活用してるのだ。だからプラス 300% 以上増やせないし、リサイクルは4分の1になるのね。メタン、リサイクルが出るのは近い以降なのだ。今左に映ってるんだからいいじゃない。タングステンはスタートエリア外。実はそんなことはないのだ。厳密には交渉の基準点がスタートエリア外ってとこなのだ。その他のコメントやアクションもありがとう。ということで次回からフルゴラなのだ。それではご視聴ありがとうございました。